ルイさんが私たちの臨時コーチに？ええ、今日からよろしくね。それとも私がコーチでは不満かしら？とんでもないですわ。トップアイドルのルイさんから直接指導を受けられるなんて願ってもありませんわ。すずちゃんの言う通りです。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。さきちゃんは相変わらず硬いね。メイ、どんなレッスンなのか楽しみだな。私の指導はかなりハードなものになるけど、みんな覚悟はいいわね。ルイちゃんすごい迫力だよ。これからどんな厳しい特訓が始まるんだろう。それでレッスンは何をするんですか？歌ですか？ダンスですか？そうね、まずはステージ衣装を持って私についてきて。ルイさんに言われるままステージ衣装に着替えたけど。ここってライブハウスですよね。私たちにライブをしろということでしょうか。でもこの場所、私たちがいつもライブをする会場とは雰囲気が違うよ。みんなには馴染みがないかもしれないわね。ここはロックバンドのためのライブハウスよ。今から月のテンペストにはロックバンドの前座としてここのステージに立ってもらうわ。私たちがロックバンドの前座を？それもただのロックバンドじゃないわ。今日の主役は新進気鋭のアーティスト、オカルト悪魔崇拝系ヘビーメタルバンド。その名もデス・ブラック・アサシンよ。畑違いにも程があります。待ってください。私たちがヘビーメタルのライブを盛り上げるのが何の特訓になるんですか？そもそもルイさんは歌とダンスを指導してくれるためにコーチになってくれたのでは？私が臨時コーチになったのはこのままだとフェスで醜態を晒すのが目に見えていたからよ。そもそもあなたたちはなぜ振り付けに違和感があるのか分かってるの？それは今までで一番難易度が高い振り付けで本番まで時間がないから。何も分かっていないのね。知りたければこのステージで歌ってみなさい。もっともそれで気づけるかどうかはあなたたち次第だけど。そこまで言われたら引き下がれないですね。そうですね。私たちの本気をルイさんに見てもらいましょう。みんなステージに行きましょう。完璧なパフォーマンスで会場を盛り上げるわよ。と意気込んで舞台袖に来てみたけど、皆さん革のジャケットにトゲトゲした装飾品を大量につけて威圧感がすごいのですわ。あそこの大声で吠えてるお客さん、モヒカン頭で顔を白塗りにメイクしてるよ。ほんとだー。メイも同じメイクしてくれば仲良くなれたかな。ヘビーメタルの白塗りメイクはコープスペイントと呼ばれていて、死者の姿を模倣したものと言われ。さきちゃん、分析してる場合じゃないよ。さきも落ち着いているように見えて全然余裕がないみたいね。とにかく私たちで会場を盛り上げるのよ。皆さん、私たち月のテンペストでーす。圧がすごいのですわ。私たちの曲聴いてください。ということがあったんです。それは災難やったね。それで会場を盛り上げることはできた？大きなミスもなくてまあまあ良かったけど、あんまり盛り上がらなかったかな。あの人たちってアイドルに興味あるのかな。結局振り付けがうまくいかない理由もわからないし。そうやな。みんなが実力を発揮してたら興味がない相手も振り向いてくれたかもしれんね。ところでどうして私たちはラジオ局のスタジオに連れてこられたんですか？あれ？聞いてないん。これからうちらが生放送するラジオ番組があるんよ。今日は琴乃さんがゲスト出演するんです。と言っても出演はついさっき決まったんですけど。ついさっき。だから琴乃ちゃんはずっと黙り込んでるんだね。真っ青な顔で台本を必死に読み込んでいますわね。なんだか見てるこっちがお腹痛くなってきましたわ。そろそろ生放送が始まります。
トリエルさんとゲストの方は準備をお願いします。よろしくお願いします。それじゃあ琴乃さん、行きましょう。ちょっと待って、もうちょっとだけ台本を。それでは今日のゲストを紹介しましょう。自己紹介どうぞ。はい、月のテンペストの永瀬琴乃です。硬いな。緊張してる？リラックスリラックス。番組始まっちゃったね。ハラハラして見てられないよ。琴乃ちゃん、緊張で顔が引きつってるね。ではここからはお悩み相談のコーナー。私たちがみんなの送ってくれたお悩みを解消します。いつもはトリエルのメンバーが答えるんだけど、今日はゲストの琴乃さんにお願いするわね。おもろいコメント期待してます。はい、よろしくお願いします。では最初のお便り。指パッチンがうまくできません。コツを教えてください。だそうです。指パッチ。こうして、こう。琴乃ちゃん、身振り手振りしてもラジオじゃ伝わらないよ。見てるこっちまで緊張でお腹痛くなってきた。この程度で緊張するなんてだらしないですわね。私なら生放送でも華麗にこなしてみせるのですわ。以上、お悩み相談コーナーでした。 CM の後は次の飛び入りゲスト、成宮すずさんの登場です。ちょっとそんな話聞いてませんわ。先輩、月ストのみんなの顔色が悪いんですが。特訓で毎日いろいろな体験をしているようだしな。橋本さんも事情は聞いてるだろ？はい。ヘビメタバンドの前座やラジオの生放送をしたとか。他にも人通りの多い場所でゲリラライブとか、映画のオーディション面接とか、ヒーローショーの司会のお姉さんもやらされました。子供番組の歌のお姉さんのようなことも。いろんなことができて楽しいよね。次は何をするのか毎日ドキドキしてるよ。でもルイさんがコーチになってからダンスの調子が良くなってきたのも事実ですわ。そうなのよね。以前より軽くなった気がするわ。特訓は厳しいけれど効果はあったということですね。やはりルイさんはさすがです。それにしてもなぜこんな特訓を。スランプの克服のためだけではないと思うが。